皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1119日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1560名、戦車8両、装甲戦闘車20両、砲42門、多連装ロケット1両、防空システム3機、ドローン149機、その他車両109両、となっていて、兵士の損失が高水準で続いています。戦線全体では、最新の数字で143回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍とロシア軍の装備の損失数の比率は、1対 1.1 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 1.1 倍になります。ロシア側の損失は民生用のバン、4輪バギーが多く、反対にウクライナ側は装甲戦闘車、ピックアップトラックが多く確認できます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ゼレンスキー大統領は夜の演説でウクライナの長距離ドローンが3000キロ飛行するテストに合格したと発表しました。ウクライナから3000キロはウラル山脈の遥か東のオムスク、ノボシビルスク付近まで到達できる距離となり、オムスクにはロシア最大の石油精製所があります。ウクライナではターボジェットエンジンを搭載したパリャニツヤやペクロなどの長距離ミサイルドローンや、昨日の動画でお伝えした射程1000キロのロングネプチューンなど含め、今年中に3万機の長距離ドローンを生産する目標を掲げています。2番目。イギリスのボリス・ジョンソン元首相は、トランプ大統領のロシアに融和的で気まぐれな発言について、最後はあらゆる手段でプーチンを攻撃すると結論付けました。ボリス・ジョンソン元首相はデイリーメールに寄稿し、プーチンは平和に興味がなく、勝利するまでは戦争を止めない。ウクライナの独立を破壊したいと考え、ソビエト帝国を再建し、NATO を倒し、西側諸国に屈辱を与えたいと指摘しました。そして、その一環として、アメリカ合衆国を笑い物にし、弱体化させたい。当然、アメリカの和平を軽蔑していると現状を評価しました。そして、経済戦争では、アメリカの友人だったはずのカナダに対して、実に残酷な態度をとり、理由もわからず、フランスのシャンパンに、懲罰的な 200% の関税を課すと言っている。プーチンは、友人でもないのに、ホワイトハウスを露骨に無視し、残酷で無駄な戦争を行い、殺人を犯しているというのに、トランプ氏は、何もしないのは、何かあるに違いないと述べ、トランプ氏は、もし、ここで何もしなければ、アメリカに対する信頼は崩壊し、中国は、南シナ海で、同じ結果を招くことは知っている。そして、私は、トランプ氏は、人一倍負けず嫌いなことも知っている。プーチンに負けたと思われたくないに違いない。だから、最後は、プーチンに負けずに攻撃するだろうと述べました。3番目。格調高い外交専門誌のフォーリンアフェアー氏は、最初のトランプ政権でロシア問題担当特別補佐官だったフィオナ・ヒル氏にインタビューし、プーチン大統領は、常にトランプ大統領を馬鹿にし、皮肉を言っているが、トランプ大統領は全く気がついていないと明かしました。ロシア語が堪能な同氏は、1時間ほどのインタビューで、会談中、プーチン氏は、ロシア語で、言葉巧みに相手をからかっているが、通訳は、その部分を省略して伝えているため、トランプ氏は、馬鹿にされていることに気がついていない。
電話会議の後も記録も私たちのコメントも読まないため、その場の通訳の言葉だけで判断していると指摘しました。その例として、トランプ大統領がプーチン大統領に自らの功績を自慢し、私よりもイスラエルのために貢献した人物はいないと言ったところ、プーチン大統領は君はいい人だ。イスラエルは国の名前をトランプに変えるべきだと皮肉をたっぷり込めて応じたにもかかわらず、通訳は感情を込めずに伝えたため、嘲笑に気がつかず、言葉通りに、それはやりすぎだと答えたとのことです。記事では、プーチン大統領はトランプ大統領を会談中に公然と嘲笑し、馬鹿にしているが、トランプ大統領は全く理解していないため、和平協議でもプーチン大統領の真意を理解していないだろうと伝えています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温6度、最低気温-4度。今日の天気予報は雪か雨となっています。この方面でルシアン軍は13回の地上攻撃、11回の空爆を行いました。1番目。反対に、ウクライナ軍は、ルシアン軍の第155海兵旅団の車両工場を発見し、ハイマースで破壊しました。この工場では、車両に追加の鉄板を溶接して防御力を高める改造を行っていたとのことです。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47機械化旅団の偵察ドローンのものとなっています。コメントによれば、敵の追加装甲はハイマースにより破壊され、実戦テストに合格しなかったとのことです。2番目。連日お伝えしているウクライナ領のバシフカでは、位置情報付きの映像によると、今日もルジアンが集落の占領を目指して攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、こちらもウクライナ軍の第47機械化旅団のもので、地図の場所でルジアンがゴッキーのようにすばしっこく建物を渡り歩いている様子を観察しているところとなっています。このドローンには拡声器があり、観念したルジアンが指示に従って行動しています。戦況図では、この場所まで800メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。それ以外に、戦況図に影響のある情報はなく、ウクライナ軍の撤退は止まり、占領地の防衛に転じた可能性があります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは4回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍により撃退され、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で少なくとも10回、スバトベ・クレミンナ戦は9回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面でも3回、トレツクの方向は14回攻撃を行いました。シベルスク周辺。この方面では、ルシアン軍は機械化攻撃と歩兵の突撃を行い、ウクライナ軍の疲弊を誘っています。そのうち、ビロホリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが塩山に攻撃を行い、ウクライナ軍の要塞に向かってきました。ご覧いただいているのはルジアン側のもので、地図の場所でウクライナ軍の陣地の内部を確認しているところとなっています。ルジアンは定期的に塩山を登ろうとしては撃退されていて、この付近に攻勢を仕掛けるのは
昨年の5月以来となります。戦況図では、鉱山の裾の部分の100メートルほどの範囲で、係争地の拡大として更新しました。チャシフヤール方面。この方面では、市街地では、戦況図に変化のある情報はありませんが、ここ数日郊外で、ルジアンが前進を試みています。そのうち、チャシフヤールの南にあるオザリアニフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが運河を渡り、対岸に浸透しようと試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の戦術評価の映像で、地図の場所にある塹壕にルジアンが取り付いているのを観察している様子となっています。この場所で変化があったのは、昨年11月以来となり、戦況図では、この場所を、係争地の拡大として更新しました。トレツク方面。この方面は、建物ごとに支配が異なる緊張した市街戦が続いています。ルシアンの軍事ブロガーは、トレツクの戦況について、我が軍とウクライナの陣地は、わずか数軒の家しかなく、前線では、どちらの陣地かわからない混乱が生じていると伝えています。1番目。そのうち、スタジアムのすぐ北の高層アパートでは、位置情報付きの映像によると、この場所にルジアンが取り付こうとしている一方、ウクライナ軍がドローンで排除していて、激戦となっています。このアパートは、1ヶ月前から攻防戦が繰り広げられていますが、今のところは、戦況図に変更はありません。2番目。また、スタジアムの西の地図の場所では、昨日の動画で、ウクライナ軍がルジアンを後退させたことをお伝えしましたが、さらに、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のドローンがルジアンに近寄って観察しているところがあり、この場所が係争地であることがわかります。戦況図では、その範囲6外区分を、ルジアンの占領地から係争地に更新しました。それ以外に、戦況図に変更はなく、ルジアンが攻撃を行うたびに、ウクライナ軍のドローンにより発見され、制圧される状況が続いています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では15回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で9回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、ポクロフスクの戦況について、敵はこの2ヶ月で300両の装甲車両を失い、機械化攻撃ができるのが2週間か3週間に1回となっている。それ以外は、日々自動車攻撃か歩兵による正面突撃を行っていると報告しました。1番目。ポクロフスク南のリシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが南から前進して集落に取り付きましたが、ウクライナ軍の地上部隊が応戦し、撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第155機械化旅団のもので、地面の穴から出てくるルジアンを観察している様子となっています。今のところ、戦況図に変更はありませんが、ルジアンは、リシフカの防衛線の切れ目を狙って、様々な方向から攻撃を仕掛けていて、気が抜けない状況となっています。2番目。コトリネでは、南からルジアンが侵入し、ウクライナ軍が砲撃とドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の家の様子を北から撮影したものとなっています。戦況図では、この場所を、ウクライナ軍の奪還地から200メートルほどの範囲を再び係争地に更新しました。それ以外には戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻撃は前進にはつながっていません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、ベリカノボシルカの北にあるウクライナ軍の防衛線をめぐる攻防戦となっています。1番目。そのうち、
ベリカ・ノボシルカの北西にあるプリビルネからノボシルカにかけての郊外では、ルジアンが前進し、地図の場所にある陣地に入りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第17国家警備旅団の撮影したものと考えられ、その陣地の様子を観察しているところとなっています。戦況図では、ルジアンがこの場所まで前進したとして戦況図を更新しました。面積は8平方キロになります。2番目。反対に、ノボシルカの集落は、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍がルジアンの戦力を削り、少なくとも西側の半分からルジアンを後退させた可能性が高く、その範囲700メートルほどのルジアンの占領地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。後方地域。今日もルシアン領内で不審な事件が起きています。1番目。前線から900キロ離れたアストラハンでは、ドローンによると思われる爆発があり、国内最大のガス複合処理施設が破壊されました。映像などはありませんが、地元メディアは、速報でドローン攻撃があったことを伝えています。工場の操業は停止し、地元当局は、13機のドローンが撃墜され、破片の残骸が敷地内に落下したと主張しています。工場では、毎日8000トン以上の原油成分を含む天然ガスを処理し、ガソリンとディーゼル燃料を生産していたとのことです。会社は、この攻撃があることを知っていたようで、従業員は事前に避難させられていました。ちなみに、この工場では、2月2日にもドローン攻撃があり、その時も火災が発生しました。2番目。また、前線から200キロの地点にあるクラスノダールのエイスクの軍用飛行場付近でも、ドローンによる攻撃が記録されました。住民は防空壕に逃げようとしましたが、鍵が開かず閉鎖されていたとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ12回攻撃を行いました。オリヒウ方面。オリヒウとカミヤンスケの中間にあるマリシェルバキでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落に突入しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第422ルフトワッフェ大隊のもので、地図の付近の様子を観察しているところとなっています。この部隊は、もともと第129国境警備旅団に所属していますが、ドイツ語が好きなドローン部隊のようです。戦況図では、その範囲を係争地として設定しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。